皆さん、こんにちは。これより、大学生のためのマイクロビット講座第2回を始めます。今回のテーマは、ロジック構築とデータ測定です。プログラミングの醍醐味である、判断の仕組みと、センサーを使ったデータ活用について学んでいきましょう。まずは前回の振り返りです。コンピューターの基本的な動作原理として、インプット入力、プロセス処理、アウトプット出力という流れを学びました。ボタンやセンサーから情報を得るのが、インプット、メイクコードで作ったロジックで計算や判断をするのが、プロセス、そして LED アウトでユーザーに結果を返すのが、アウトプットでしたね。今日はこの、プロセス処理の部分をさらに深掘りしていきます。本格的なプログラミングに入る前に、強力な助っ人を紹介します。コンソール機能です。シミュレーターの下にあるボタンを押すと、プログラム実行中のデータを可視化できます。ここでは変数の変化をリアルタイムグラフで見たり、数値データをテキストログとして履歴に残したりできます。バグを見つけたり、センサーの傾向を知るのに非常に役立ちます。さて、新しい概念、変数バリアブルスについて説明します。変数とは、データを一時的に保存しておく、箱のようなものです。この箱に名前ラベルをつけて管理します。中に入れるデータには種類があり、数値を扱う、ナンバー、文字を扱う、ストリング、そして進化偽化を表す、ブーリアンブール値などがあります。実際の操作を見てみましょう。変数カテゴリーから変数を追加するを選び、わかりやすい名前をつけます。変数の使い方は主に2つ。最初に値をセットする、初期化セットトゥと、値を増やしたり減らしたりする、更新チェンジバイです。カウンターなどを作るときによく使います。それでは変数を作成してみましょう。まずカテゴリーの中に変数がありますので、ここをクリックします。そしてこの変数を追加ボタンを押します。すると変数を作成する画面となりますので、ここで、例えば変数というような形で名前をつけて OK を押します。するとこのようなブロックが追加されます。で、ここを見ると変数というブロック、ものが表示されますね。そして、こちらでは変数に、値を入れるブロック、変数に1だけ増やすブロックという、この3つのブロックが追加されます。これを使って、変数の代入、更新などを行っていきます。では、変数を使ってカウンターを作ってみましょう。動作としては、ボタン A を押すと数が1つ増え、ボタン B で0にリセットされるものです。ロジックのポイントは、入力イベントインプットを受け取り、変数の値を変化プロセスさせ、最後に LED に数を表示アウトプットするという流れです。次に、プログラムに判断させるための条件分岐を学びます。これは、もしなら A をする、そうでなければ B をするという構造です。これを使うことで、条件によってプログラムのルートを切り替えることができます。条件を増やしたいときは、プラスボタンを押して、else if を追加します。条件を作るときに使うのが、比較演算子です。2つの値を比べて、それが正しい true か間違い false かを判定します。イコール等しいや、not イコール等しくない、より小さい大きいなどの記号を使って条件式を作ります。さらに複雑な条件を作りたいときは、論理演算を使います。and かつは、2つの条件が両方とも true の時だけ実行されます。or または、どちらか一方でも true なら実行されます。これらを組み合わせることで、高度な判定が可能になります。条件分岐を使って、デジタルコインを作ってみましょう。ランダムに進化儀に決めるというブロックを使います。これは 50% の確率で true を返すので、コイントスのような運任せの動きが作れます。もし true ならハート、そうでなければ×を表示するというロジックですね。それでは今まで、説明したプログラムを作ってみましょう。
まずは if then else の例ですね。ボタン A が押された場合に、論理判断としてこれを用います。これですね。そして変数として新しくここで変数を追加。バー A を追加しておきましょう。そして、この変数ですね。変数が0の時ですね。論理判断としてここをですね。このブロック、ここに、これが0ならば、ここで、ブロックとしてハート印、そしてそうでなければということで×印にしましょうか。で、ここで最初だけブロックを、追加しましょう。ここで変数としてまず0を入れますよね。そうすると A ボタンを押すとハートが表示されますね。ここで1を入れてみましょうか。そして、実行すると今度は×になりますね。こういう形で最初これが実行されて、この値によって、これが成り立った場合はこれ、そうでなければ×印を実行します。次ですね。個々の条件分ですね。これはこういう形で、ドロップダウンをさせて、例えばイコールの場合はこれだけども、そうでない、ではないという印ですね。これが条件として。そして、未満はこちらのマークになります。というような形でこちらを変更して条件を書き換えることができます。次は and/or の作り方ですね。こちらが例えばここの、ここに勝つまたは出ないというブロックがあります。これを使って2つの条件を設定することができます。例えば、ここですね。ここを取り除いてこれに入れましょうか。そしてこれが0以上かつ複製してこちらで、10以下というような形で条件文を作ることもできます。そうするとこの2つが成り立った場合にはハートが表示されるということになります。この場合だったら、ハートですね。例えばこれが11であったら×っていうような形でですね、2つの条件、をクリアしたときに判定する場合はこういう勝つっていうことですね。で、またはというのも、ここで、選択して、この条件かこの条件を満たすというような形で、条件式を作ることもできます。ここからはマイクロビットに搭載されているセンサーを使ったデータ測定に入ります。今日は特に扱いやすい2つのセンサー、温度センサーと加速度センサーに焦点を当てます。センサーの場所を確認しておきましょう。温度センサーはプロセッサーの中に、加速度センサーは基板上に配置されています。まず温度センサーです。実はこれ、専用の温度計ではなく CPU の温度を測っているのですが、熱を持ちにくい CPU なので、ほぼ気温と同じ値接しとして使えます。これを使って、熱中症警戒アラートを作ります。もし温度が30度を超えたらドクロマーク、そうでなければ笑顔という閾値式位置判定のプログラムです。
次に加速度センサーです。これは X 左右 Y 前後 Z 上下の3方向の動きを検知します。ポイントは、地球上にいる限り常に約 1G メークコドでは 24mg の重力がかかっているということです。これを利用して傾きを知ることができます。加速度センサーを使って簡易水準器を作ってみましょう。マイクロビットが水平かどうかをチェックするツールです。ここでは傾斜ロール左右の傾きの値を利用します。ロジックはずっとブロックの中に傾斜ロールを変数 VARA に代入し、この値が0より大きければ R を表示し、そうでなければ変数 VARA が0より小さければ L を表示し、そうでなければ0を表示するといったものです。少し専門的ですが、傾きにはピッチとロールがあります。飛行機をイメージしてください。機首の上げ下げ X 軸周りがピッチ翼を左右に傾ける動き Y 軸周りがロールです。今回はロールを使います。さて、センサーの値を監視し続けるには、繰り返しループが必要です。ループには、回数を決める、リピート、条件が満たされる間続ける、ホワイル、変数を使う、フォーなどがあります。今回重要になるのが、ホワイルループもしなら繰り返しです。これはブロックの入り口で条件をチェックし、条件が合っている間だけ中身を実行し続けます。ロール角が0でない間は警告を出し続けるといった制御に使えます。データ測定にもう一つ必要なのが、時間の計測です。稼働時間ミリ秒ブロックは、電源が入ってからの経過時間を返します。ストップウォッチのように特定の時間を測りたいときは、現在の稼働時間から開始時の稼働時間を引き算する工夫が必要です。右のプログラムでは、ボタン A が押されたとき最初に、現在の時間、稼働時間を変数 VARA に代入します。そして、もし何々なら、繰り返しループを使用して、条件式として、現在の時間、稼働時間から VARA を引いた値が1万ミリ秒10秒未満であった場合は、×を表示します。またこの条件が成り立つ間は、バスを表示し続けます。そして10秒以上となると、ハートマークを表示するといったプログラムとなっています。それでは、今日の集大成として課題に取り組みましょう。目標は、ボタン A を押してから10秒間、明るさを測定し続けるプログラムの作成です。タイマー、ホワイルループ、そしてデータの記録シリアル通信の3つの技術を組み合わせます。まずステップ1。時間を計る基準点を作ります。スタートタイムという変数を作り、ボタン A が押された瞬間の稼働時間を代入します。これでスタート時間が記録されました。ステップ2は、ループの条件です。経過時間は、現在の稼働時間−スタートタイムで計算できます。この値が10秒つまり1万ミリ秒より小さい間ループを回し続けるように条件式を組みます。ステップ3でデータを記録します。シリアル通信カテゴリーにある、シリアル通信名前と数値を書き出す、X イコール0ブロックを使います。名前 X を、ブライトネス、値を、明るさにしてループの中に入れます。これでデータが PC に送信されます。ステップ4は調整です。マイクロビットは処理が早すぎるので、そのままだと膨大なデータが送られてしまいます。そこで、一時停止ブロックを入れて、1秒1000ミリ秒に1回測定するように制御します。これをサンプリングレートの調整と言います。最後にステップ5。最初だけブロックに、シリアル通信1行書き出し、ブロックを入れることにより、プログラムを実行すると、シミュレーターの下に、データを表示というボタンが現れます。これをクリックすることで、コンソールが表示され記録されたデータをグラフで見ることができます。それでは出来上がったプログラムを見ていきましょう。このように最初にシリアル通信ブロックを入れると、こちらのデータを表示シミュレーターボタンが表示されます。このシリアル通信ブロックは、こちらの方の高度なブロックですね。最初こういう風になってますけども、これを展開すると、こちらにシリアル通信というブロッ
カテゴリーがあります。これを表示すると、このようなシリア通信関連のブロックがあります。今回用いたのはこちらになります。それでは、シミュレーターで実行してみましょう。この押すと、最初のスタートというのが出ますね。で、A ボタンを押すと測定が開始されます。で、こちらですね。これをこういうふうにすると、こういうふうな形で明るさが変更された状態がこちらのグラフとして表示されます。で、こちらのここを見ると、こういうふうに A ボタンを押すと、ここの明るさがですね、こういうふうに変化したというのが数値としてここに記録されます。で、これのデータを保存するには、こちらですね、こちらのデータのエクスポートボタンを押します。そうすると、こういう形でデータが保存されます。これ Excel でこういう形で見ることができるということですね。本日のまとめです。変数と条件分岐で判断ができるようになり、タイマーとループで自動データ測定の基礎を習得しました。次回は外部接続ピン GPIO を使って LED 回路を組んだり電圧を測ったりするフィジカルコンピューティングに挑戦します。それでは本日の講義はここまでです。お疲れ様でした。